こんばんは、MA です。今日は本日8月の9日ですね、に出ました決算の方、銘柄情報のまとめと解説の方をやっていきます。まず1銘柄目ですね、1605インペックスですね。発表してきたのは第2クォーターの決算ですね。第2四半期累計で、経常利益は前年同期比の 11.2% 増し、6964億。合わせて通期の経常利益予想を、1兆770億から1兆1510億と、6.9% 上方修正、さらに配当を64円から74円と10円の増配ということで発表しています。さらに自社株買いも同時に発表しています。株式総数は上限で8000万株、発行済み株式総数に対する割合はなんと 6.12% と非常に大きい自社株買いですね。金額にすると上限で1000億ということですね。8月の10日ということで明日から、自社株買いの取得期間に入って、年末までに行うという内容です。さらに自己株式の償却についても同時に発表がされています。非常に盛りだくさんな素晴らしい内容の決算だと思います。何がそんなに増益になったかという話なんですが、原油と天然ガスのメインの事業に関しては、原油の方はですね、販売量の減少と、販売単価下落ということで、やや減益といったところですね。その分天然ガスはプラスには推移したんですが、原油の、減少幅が大きくて、全ては賄いきれてないという感じですね。で、あとは為替ですね。こちらの影響によって、830億プラスが出ているというところです。あとは営業外収益ですね。受取利息の増加で278億。あとは金融資産の再評価等による影響で、こちらも増益に起因しています。実際 PL の方を細かく見ていくと、大きいのは営業外費用のところですね。前期に関しては、金融資産の条件変更による損失ということで800億がですね計上されています。ここが今期はないということで、その分営業外費用もですね、少なく済んでいますので、ここも結果としてですね、純損益の数字が良くなることにつながっていると思います。また株主還元に関してですが、配当金は増配ということなんですが、来期の配当金についても今期を下回らない金額となるよう最大限努力するということで非常に強いメッセージがですね書かれています。また発表した1000億の自社株買いに加えて前期に行った1200億円分ですね、こちらがまだ償却されてないということで、合計で2200億分ですね償却する予定ということで発表されています。配当といい自社株買いといいですね、還元に対する意識というのが非常に高いので、ホルダーの方には非常に嬉しい内容だと思います。決算を受けて現在 PTS ですね、プラス 126.5 円、プラス約 7% ぐらいで推移をしています。インペックス今日の場中ですね、3% ちょっとぐらい、決算前の警戒されてかですね、下げていますので、その反動も相まってですね、大きく上げているのは不思議ではないかなという感じですね。明日は普通に素直に反応すればですね、上げるんじゃないかなと思います。続いて2銘柄目ですね。9432日本電信電話 NTT ですね。発表されたのは第1クォーターとなります。最終利益で前年同期比の 2% 増し、3757億となり、通期進捗率は 29.9%、5年平均の 31% とほぼ同水準ということですね。また NTT も同時に自社株買いを発表しています。取得株数としては発行済み株式総数に対する割合は 1.64%、金額にして2000億を上限とするということで、こちらは明日からですね、3月末までの間に行うという内容となっています。セグメント別の利益について見ていきます。営業収益ベースでは、ICT 事業ですね、こちらがインターネットの事業ですね。あとはグローバルソリューション事業、こちらは NTT データの事業ですね。こちらが、増益になっていると。で、営業利益ベースで見ると、ICT 事業は上がっていますが、地域通信事業ですね、こちらは NTT 東日本、NTT 西日本等の事業ですね。こちらがやや厳しいかなといったところですね。営業利益的には 5% ほどマイナスなんですが、経常利益、最終利益ベースで見るとですね、増益になっていますし、そこまで大きな減益でもないので、それほど問題はないかなと感じます。また25対1の分割を発表して、かなり大きな衝撃を与えた NTT なんですけれども、それについてですね、6月末で株主数は 108.6 万人に
に増加ということで、3月末と比べると 18% も増えたよということで発表されています。これについては、NTT が株主数を増やしたいっていうことでやってますので、意図的にはですね、きっちり目的達成できてていいのかなというふうに思います。また7月1日効力発生ですので、分割されてですね、実際7月以降になってから買ってるよという方も、たくさんいらっしゃると思うので、今現在はですね、もっと株主数増えて、115とか120とかになっていても全然おかしくないかなというふうに思います。あと NTT について気になるのは、防衛費の財源としてですね、NTT 株を売却していくという、報道がですね、前向きに検討されているということですね。これについては現在ですね、政府が3分の1以上 NTT の株は、保有することということで、NTT 法で義務付けがされているので、法律の改正がですね、まず必要になってきます。なので、これもですね、実際行うとなれば、事前に、かなりいろいろ準備がいることなので、少しずつ、マーケットにもですね、情報や動きというのが出てくると思いますので、いきなり情報が出てドカンと下がるということはあまりちょっと考えにくいかなというふうに思っています。政府側としてもですね、売るにしても何十年かけることになり、長期の安定財源になるということで言っていますので、それほど急に下がるということは想定しなくてもいいのかなと思いますね。で、その時の株価は、予想はできないんですが、それによってですね、安く買いたいって人も NTT くらいになると、かなりいると思いますので、逆に割安と感じればですね、そこをチャンスとして買っていくというのも全然ありなんじゃないかと、個人的には思いますね。最後3銘柄目ですね。5108ブリヂストンですね。発表されたのは第2クォーターの決算ですね。第2クォーターで連結の最終利益で前年同期比 96.5% 増しの1826億円。通期に対する進捗率は 54.5% で、4年平均とほぼ同水準ということですね。決算の内容としては、順調に進捗してきてるなという感じなんですが、ブリヂストンですね、場中に決算発表しまして、株価はマイナス186円、約 3% ちょっとですね、下げて、引けています。これについては、増配だったりっていうサプライズが足りなかったということで、その辺でちょっと売られてしまったのかなという風に感じました。今期の業績についてなんですが、まずタイヤ業界としては景気減速の影響があって、タイヤ需要がですね、前年比で大きく、市販用としては、減少したと。さらに原材料ですね、原料単価としては、下落傾向が続いているが、原材料サプライヤーにおける、素原料以外のエネルギー、労務費等は前年比で増加し、原材料全体の価格水準としては上昇しているという、結構厳しい状況ということですね。その中でもですね、そうしたコスト面のマイナス影響を売値や販売に対してですね、転嫁することで、上手にカバーをして利益を出せたということが書かれています。で、実際ですね、増益要因ということで、原材料によってマイナス460億ということで、コストがここでかさんでいることがわかりますね。ただ売値がですね、コストもうまく価格転嫁して、数量も売れたということで、プラス1530億となっています。また為替に関してもですね、円安が進んだことで、利益を押し上げてプラス470億ということで、こちらの影響もかなり大きいですね。ブリヂストンですね、業績予想の変更だったり配当予想の変更というものは、特にありませんでした。ただ決算の内容としては全然悪くない内容ですし、進捗率に関してもですね、特に問題はないと思いますので、このまま下期もですね、順調に、数字上げていくんじゃないかなと、個人的には感じました。というわけで今日は、8月9日ですね、に出た決算銘柄について、情報まとめと解説の方をやっていきました。今後もですね、株式投資や株主優待の情報ですね、まとめて動画にして発信をしていきますので、こちらの動画いいと思ってくれた方、グッドボタンとチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。励みになっております。それではご視聴ありがとうございました。